テーブルソーフェンスの支持パーツをボールベアリングへ交換しました。適度な重量感で滑らかに移動します。不満だった部分がこれで改善されました。この改造では高さの制限が課題となります。改造の機種は10インチキャビネットソーです。このタイプのテーブルソーのフェンスはこの樹脂部品で支持されています。また、この構造はレール上に木くずがあっても影響を受けずに安定した滑走ができます。しかし、摩耗するため、そこが問題となります。さらには、交換部品の有無も不明です。この動画では、ベアリングに交換する方法をご紹介いたします。何か参考になれば幸いです。今回の主要な部品です。中国から取り寄せました。ナット類は近所の店から購入。外側 M12、内側 M8 変換ネジです。ボールベアリングです。品質は良さそうですね。変換ネジは自作より購入の方が良いでしょう。ピッチなどは概要欄をご覧ください。薄いタイプのナットを削り、さらに薄くします。厚みがあると入りません。この部品をベアリングへ変更します。ボール部分の素材は POM です。他にステンレス製も選択できます。フェンスの加工手順です。このプランでは既存の穴を2つ使います。環境により配置の変更が必要です。図面を共有する予定です。必要な方は参考にしてください。5mm で穴を開けました。スナイプツールを使います。ネジ穴の中心を正確にコピーする道具です。このツールについては概要欄をご覧ください。5mm で穴を開けました。
位置はぴったりです。この辺に穴を追加します。下と干渉しない位置を探します。追加の穴ははじめ 4.2mm で開けます。下穴の時にガイドで使います。4.2mm のドリルです。M5 でタップします。バリを取ります。ここを 4.2mm から 5mm の穴へ拡張します。そのままだとボルトが通りません。穴の位置はぴったり揃いました。ずれた場合は穴を広げてください。こちら側は M5 タップ3箇所です。はじめ 4.2mm で開けます。4.2mm のドリルです。ダブルロック C クランプは緩まないので便利です。M5 でタップします。残りの2つも同じ手順となります。4.2mm の穴から M5 タップの繰り返しです。残り2箇所の穴開け動画は省略します。
板の穴を 4.2mm から 5mm へ拡張します。残る穴の位置を決めます。任意の場所で構いません。板に 4.2mm で穴を開け、位置を確認します。問題がなければ M5 でタップします。M5 で2箇所追加。裏側の針も危ないので処理します。ベアリングの位置を決めます。ナットをレンチで回せる隙間を空けます。M8 タップです。ボールベアリング用で2箇所加工します。木材をガイドに使うと失敗が減ります。ゆっくり慎重に作業してください。ナット3つを削って薄くします。3から 4mm 程度の厚みにします。プレートも角を削ります。組み付け時の要領と注意事項です。この箇所では頭の高いボルトは使えません。そこで抵当ボルトを使います。スパナも薄いタイプを使用します。厚み 3mm です。削ったナットを締めるのに使います。ベアリングのナットで高さを調整します。その後に薄いナットで固定してください。こちらも同じ要領です。反対側は既存の穴を使います。M12 へ変換。ここをナットで固定します。高さを調整してロックしてください。ここは高さに余裕があって助かりました。この仕様だと微調整が指先で可能です。
131から130へ合わせてみます。これならマイクロアジャスターはいりません。この点は優れています。改善が必要な部分について、ここに穴を開けるとタップの際に干渉します。少し位置を変更した方が良いでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。